はい、柳さんお疲れ様です。はい。はい、今週も柳チャンネルを始めたいと思います。今週はですね、中山競馬場で、フラワーカップが行われます。阪神では阪神大賞典ということですね。なんかレース重賞多くなってきましたね。愛知杯ですとか、パルコンステークスとか、この時期、ようやくクラシックの足音も聞こえてきたという感じですかね。クラシックは大体出揃ったって感じで、フラワーから行く馬がいるのかどうかちょっとわからんけど、ね、いっぱい揃っちゃったってとこだな。どうですか、有力馬、ここから本番行くかどうかはともかく、ちょっとこの馬今後楽しみだぞとか、そういう馬とかっていうのは。いやもうフラワーはやっぱりいるよね。もう例年しょうもねえ一生馬特別なんだけど、たどればやっぱりそのうち強くなってきたっていうのが名を残す馬が出てきて、ここもそのレベルのある馬が出てきてるんで。じゃあもし前頭ちょっと話を伺っても大丈夫ですか？関西は軽くな。はい。で、軽く、あいうえ順からいきましょう。じゃあ、アーリーハーベスト。アーリーは、あんまり、頑張ってますとか、そういうレベルですか？ぐらいのレベルかなっていう気になっちゃった。マーズの子だし、マーズの子だし、スピードがありそうだけどね。ちょっと大物感とかそういうところには、そうだね。距離ももうちょい1008、こなせると思うけど、本当は1004ぐらいがいいかなって個人的には思ってるしな。はい。こんな感じでした。アメティスタ。これは結構レベルはありそうな馬ではあるね。ちょっとね、この間中山で勝ったろ？はい。ちょっと、入れ込み一歩手前ぐらいな感じでいたんだけど、レースっぷり非常に良かったし、まだ、左手前の出し方があまりかっこよくないっていうのかな。ちょっと嫌なんだよな。嫌っていうのは、伸ばしきって叩く方法なんで、少し剣に負担がかかるのかなっていう気がしてるんだけれど、左手前伸ばすから右回りはいいと思うし、レベルは、もうすでにもう3戦2勝してるから、あれだけど、いい素材であることは間違いないね。逆にじゃあ、逆回りになるとちょっと、いや、まだ今のところはね、直線で左手前で走れた場合には、スムーズに走れた場合には、そっちの方が威力があるだろうなっていうだけで。はい。次の、イクシード。これは、やっぱ、なんだっけ、下だろ？そうです。はい。イクイノックスの。やっぱスケールは、世代でも上だね。かなりレベルが上で。オークス向きであるし、中山使ってきたのかっていうところであるんだけれど、体勢非常にいいと思う。動きも、稽古の動きもいいし、馬も非常にしっかりできてるし、息の入りも良さげだしな。特に心配なところは一つだけでね、やっぱり競馬の形がどうしてもまだ、スタートもこの間もそうだけど、横からちょっと出るんで、東京だったら心配ないけど、そういうところで足を余すっていうケースもあってもおかしくない反面、そのくらいだったらここでは楽勝しなきゃいけないなっていう気持ちもある。当然圧倒的一番人気になるだろうけどね。崩れるとか馬券圏内を普通に回ってくれば外すってことはまずないと思うけどね。ただ足元をすくわれるとか、足を余すとかっていうことはないとは思ってる。非常にうまくできたと思う。やっぱ覚えてるのが、どうしてもイクイノックス、この間、先生イクイノックスどうでしたかなんてちょっとあったじゃん。はい。で、これやっぱイクイノックスの下っていうことで、最初からやっぱ注目してたんだけど、ずっとやっぱ見てたんだけど、牝馬だから、牝馬にしてイクイノックスの時よりもちょっと幅があって、馬はこっちの方がいいなって気がしてるんだけどね。同じ時期にしては。2歳の当然デビューした時から見てて、その当時と比べて、その時記憶を思い出して見てたら、こっちの方が馬はいいなって気はしてる。
欠点がなさそうでな。素晴らしいと思うんだ。慣れればその中山も心配ないけど、ルメール、島のルメールあたりだったらもうスタートから無理させないっていうか、のんびり行かすからね、東京でそれでできたけど、2戦目で、その形で、今の馬場で中山で、内有利で、先週のスプリングみたいに激しい競馬になったら追い込み決まるけどね、そうじゃない限りは、でもそれでも、3コーナー過ぎから外回っていっても差し切っちゃうのかなっていう気持ちはある。外、体勢は非常にいいと思います。はい、わかりました。続きまして、ビスコンテッサ。ビスコンは馬が悪くないなと思っているんだけど、ちょっと今のところやっぱ線細いかな。ちょっと、エアビーアゲル。これは伸びてくるね。これはいい場で持ってるわ。フォームが素晴らしくいい動きをする馬だから。上位には間違いなく入ってくると思うね。競馬、それで、牝馬にしてどっしりしてるっていうかな。フォームいいけど、体の厚みもあって、いいボリュームもあるしね、上質だと思います。上位だと思います。次は、カラペルソナ。調教、結構、良かった感じするしね。馬的にちょっと線細くて、あんまり俺は、今のところは条件クラスだったらなっていうところなんだけどね。今のところその感じだな。重賞取りましたって感触はないな、感じは。はい、クリス・レジーナ。ゆるゆるでデビュー戦勝ったんで、どのぐらい変わってくるかっていうのはちょっと見てみたいけど、ガラッと変わるってイメージがないんでね、多分きついと思う。まだこれからのなってくるんですかね。はい、コズミックボックス。具合は非常に素晴らしいけど、この間の見ちゃうと、力負けしたっていうか、坂でやっぱり勢いそがれたな、非力なんだな思っている以上に、もうちょっと走れるって勝ち負けになると思ってたんだけどね。体調は非常にいいけど、あれ見ちゃうと、なかなか厳しい。ゴリアーモ。これはね、体がちっちゃいけど、いい、天性の、天才ランナーってわけじゃねえだろうけど、非常にいい走り方、性格。2000っていうタイプじゃ全然ないと思ってたんだ、この間。俺もこの馬は。見た目からしてもうマイルだな、マイル以下だったら全然楽だなと思ってたけど、2000で勢い衰えなかったんでね、ちょっと驚いてんだけれど、相当この馬はポテンシャルあるな、持って生まれた何かしら。また速さと、それと追い出していいフォームで走れるっていう体幹の、中山の坂上がって、坂のところで落ちなかったから。で、スタートも上手だし、道中の力みなさもいいし、で長期ミスもやっぱり、追った反応がいいしな。見た目は、見た目だけだったら、さほどでもないけど、それ以外は、ちょっと上のレベルにあるなっていう感じを受けた。競馬上手だと思う。で、中山の1008で逃げることも心配、逃げなくても全然大丈夫だし、多分スピードが近くて行っちゃう可能性があるけど、拉致ついての、先行だったら後続を封じ込めるっていうだけの粘りっていうのかね、あると思うな。予想、見た目以上に相当いいレベルの馬だと思う。これどうですか、見た目変わっ、426キロあったじゃないですか。体はもう十分。あれでかくなんね。今のところは背もそんな大きくないし、サイズ感も詰まってるから、だからもう最初から見た目で2000はどうかなと思ってたんだけど、この2000から下ろしたっていう判断は素晴らしかったと思うね。これだったら絶対マイルから下ろしちゃうなと思ってたんだけど、マイルか、それだったら大丈夫だろうと思ってたけど、2000でなんと思ってたけどね。時計は特に目立つ時計で勝ったわけじゃないけれど、大楽勝っていうかね、余裕あったし、経験してない、揉まれた時とか、外枠から、堂々と外回って競馬ができるかどうかって、競馬はできるけど、
そういうところになった場合っていうのはまだ未知のところがあるけど、非常にポテンシャル高いね。逃げ馬じゃないもん。見てると。刺してもできるし、ただ馬込みでどうかっていうのは確かにあんま大きくないんでね。それは、唯一の不安材料だね。非常に仕上がりも素晴らしいと思います。今なら、イクイノックスの下イクシード、はい。今の段階で中山の1008に限れば、勝てる可能性は、勝って驚かないね。可能性が勝っても不思議じゃないと思うね。相当いいと思うよ。本命。あっちも最初は、もう普通にイクシードだなって先週の段階なんかでもずっと思ってたんだけどね。この前やっぱり調教とかなんか見ちゃうと、ちょっと随分見方変わってきたし。相当競馬に行っていい。牝馬こういうのが多いんだよ。見た目よりも持ってる天性のもの。男馬は明らかにいい馬じゃなきゃ大きいとこ行かねえんだけど、牝馬だけは全然それが当たらないっていうのが今までの経験則です。かなり好勝負になると思います。絶好調の津村だしな、重賞で。そうですね。似てますもんね。はい。じゃあ続きまして、スマートプリエイル。これは、伸びきれなかったな。もうちょっと上に行くと思ってたけど、なんか足んないね。2歳ステークス、札幌2歳ステークスだとぐらいでも、やさん結構子供は。いや、買ってたんだけど、伸びきれないな。何が悪いのか。ちょっと条件を思い切って変えなくちゃいけねえのかもわかんねえな。もうクラシックシーズン終わるだろうから、おそらくこれがラストチャンスだろうから、違う条件使ってくるかもわかんない。ちょっと違った条件であればちょっと。何がいいんだろうな。決定的に速さが足んないっていうところだから、そういう勝負じゃないような速さで勝負がつかないような、決着つかないような条件下で変わってくれるかどうかだけだな。はい、続きまして、ナックホワイト。本当に絶好調だな。すごい決め手がないけど、競馬が素直だ。ジョッキーがこうやれって言ったらすぐ動くし。この間は逃げていったけど、逃げることもないだろう。逃げなくても大丈夫だろうし。スパッと切れないから、ああいうふうな大味な、逃げるとか何かしらのが、結果が出やすいだろうけど。今非常に調子がいいし、キャリアっていうところで、3連の紐あたりで頑張れるぐらいはあるかなっていう気はしてるけどね。ノーマークはちょっと、なんか人気以上に走れちゃうかなってイメージが個人的には思ってるんですけど。3頭ぐらいしか俺、いわゆる今回のメンバーで重賞で戦っていけるのいない、重賞級の馬はいないなと思ってるから、他は一生クラス、とか条件でっていう感じで見ちゃってるんでね。だからその辺だから3、4頭か4頭いたかな。だからその辺の1、2頭が何かあった場合には3着ぐらいに突っ込んでくるかなっていうところはあるね。あとは、全部いいや、もうまとめて最後まで。バーズデフレートの。ということでね。はい。大体、コディアーもイクシードって関東馬2頭に関西馬がエアビー上げいるっていうのが頑張れて。その次にアメティスタ。荒れるフラワーかもしらんけど、スプリングよりも荒れねえんじゃね。スプリングって荒れたのかな、覚えてねえな。そっか。手塚さんとかってのか。そんな感じでさっくり終わらしちゃったけど、いいんじゃねそれで。説明するのも勝手になってきた。週末は柳長チャンネル。競馬予想は馬しゃべろでざっくり神戸新聞杯な。これはもう。阪神大商店、阪神大商店か。はい、阪神大商店行きましょうか。関西馬はよくわからんけど、人気になってんのがアクアとアドマイヤとダノン、関西だと。
そうですね、そのあたりが人気になってますね。もうファミリータイム。うん。アクアバーナルっていうのは、この間まあ、条件でオープン買ったけど、結構いいと思うよ。うん。関西は上位に来ると思う。アドマイヤーはわからんな。ダノンシーモもそうで、まあオープンでアドマイヤーも重賞とも勝ってるけど、本当に、いや、ここのメンバーで横綱はいなくて、まあ、張り出し大関ぐらいかなっていう感覚ではいるんだけど、結局、アドマイヤーもダノンも、その重賞オープン特別で先制して、そのメンバー自体が、やっぱり、大関いるかいないかっていう組み合わせだったわけよ。だから、まあなっていうところで、それほど実力が抜けてるよっていうことではないんだよな。まあ3000メートルで結構逃げ馬も揃ってるし、スローにはならないっていうところもあるし、結構タフな競馬になれば、まあアドマイヤとかって有望なのかもわからんね。むしろそっちタイプだから、瞬発力よりも。で、まあ関東馬でレッドバンで、これはおそらく相当人気にはなると思うのよ。まだ条件馬だけど。そうですね。まあ、関東の記者だと、やっぱりここに。これ本命行くんじゃない？俺もこれにしようかなと考えてたんだけど、やっぱり今すごくいいな。これまた良くなったもんな。本当に。去年のセントライトあたりが、あの時で、このもやっぱ足元が万全じゃなくて爪の問題だったり、施設熱、今、粘土っていう厩舎でみんな、普通の粘土だけど、あれで冷やすじゃない。足。それで、競馬の時には、もう綺麗に洗ってるけど、後ないけど、毎日朝調教の時には、その粘土が抜け落ちたような、綺麗に取れてないので出てくる馬ってのたくさんいるんだけど、まあ前足に巻いてる分には、普通前足に調教終わって粘土をつけて、テープで巻くんだけどね。まあ、粘土で熱を取るってやつで。まあ、要するに、昔は水をずっとこうやって流してて、冷やしてたってその代わりなんだけど、その粘土自体を、まあ、どこでも厩舎でもほぼ使ってるんだけど、まあ、厩舎によってちょっと違っても、冷蔵庫で冷やしてて粘土を塗るんだけど、その粘土自体は普通の粘土なんだけど、まあ、消炎剤とか、あとは、ちょっと痛み止めの少し入ってる、成分が入ってるような粘土を巻くんだけど、だいたい前に巻いてて競馬を長期やってるやつってだいたい、添えなんだけどね。で、裏に来ると、旧節とかなんとか来ると、これちょっと厄介だけど、まあ、大概はそれで結構美穂で水曜とか木曜とかっていうのはもうそうやって前足が汚く粘土が、たくさんいるんだけどね。この馬だけはね、ずーっと後ろの秘訣に毎日その後が後ろ足だけ残ってんのよ。で、これだけはなんか確認俺調教師と連絡取ったんだけど、今はもう全然心配なくて予備のもんだけだっていうから、昔はどうしても後ろの秘訣のところも、そうじゃないんだけど、激しい運動するとやっぱり、まだ弱いから熱を帯びるっていうケースがある馬はいるんだけど、これもそうだったんだけどね。まあ、爪も心配ないし、もう、熱感もほんとなくて、予備、あくまでも予防的なもんでやってるっていうだけで、あの時と去年のセントライトの時に爪がねの問題で立ち上げがうまくいかなかった時からすると、菊花賞とね、あの辺からすると、もう数段今回のが上になってるね。体も素晴らしいしね。まあ、普通にこのメンバーなら足りちゃうだろうなっていう。やっぱ見てる、関西馬のその勢いっていうのを、競馬でしか見てないからな。レッドバンデとか関東馬だったら、どんどん変わってきてるっていうのが、見てるから、わかるからあれだけど、全然勝負になると思いますね。穴っぽいのはそんなにいないんじゃないかなって気がしてんだけどな。そうですね。頭数もまあそんなにいないですし。そんなとこだ。あんまり簡単にざっくり終わらした。今週、中京でね、ちょっと気になってる、6、7走出てきたんだよ。使うんだけど、どうしてもね、はい。それでも買おうかなって決めてんのが、
とりあえず日東、どういうだったかな。未勝利のダノン、なんだっけ、大竹厩舎の。ダノンプレサージュですか。そうそうそう。芝1004に入ってます、ね。1004か。はい。うん。全然未勝利じゃ上だ。素晴らしい仕上がり。素晴らしい仕上がり。ダノンプレサージュ。うん、デビュー当初、4ヶ月5ヶ月空いてるけど、全然違う。その極端なレースじゃなければ、まあ、全然、差しタイプの馬だから、全然差しが間に合わないよとか、そういう流れとかそういう馬場じゃない限りは、未勝利じゃ上だね。多分勝つな。あともう一個、一勝クラスで、相沢さんとこのあれだ、アトミック、その次のレースかわかんない。芝の2000ぐらいで500万クラスで。アドミラルシップ。そうそうそう。これは、今、2歳、3歳の今頃は、ちょっとね、上のクラスに行けると思ったけど、未だにここにいるっていうけど、それ理由はいろいろあるんだろうけど、全然良くなったぞ、今回は。これは、まず勝負、まずこれも勝負になるわ。アドミラルは。勝ち負け。のりちゃんの普通に行けば勝てるな、未勝利は。この2つは買おうかなと思って。あとはね、ちょっと全然人気ないのが2、3頭いたんだけど、これは、自分で楽しむわ。見て買わないケースもあるし。それ、ちょっと予想は乗れないですよね、中京は。その辺はいいや。あんまり来るってタイプじゃ、馬券来るって言ってあれじゃないから。万が一来たら、高配当になるっていうだけだけど、なんとも言えない。関西馬わかんねえし。だって関西馬は結構しっかりしてるメンバーだとしても、今言った2頭は、いい勝負になるんじゃねえかなっていうふうに。アドミラルシップは、横山武史ジョッキーで。そうか、行くのか。ましたね。ファルコンステークスか。そうですね。はい、ファルコンステークスか。そうですね、ファルコンステークスあるので、おそらく。ファルコンが面白いでいなかったんだよな、確かなんかな。関西馬ではフォーゲルっていうのがちょっと、フォーゲル。これは結構いいなと思ってた。ダイヤモンドロンと一本かぶりなんだろうけど、タマモが2番人気ぐらいで。フォーゲルっていうのがちょっといいなっていう気にしてるんだけど。カフェラバーってこう使うんだっけ？カフェラバー、ちょっと待ってください。カフェラバー入りました。こっちに？ファルコンですね。これ走るぞ。このモーリス。華奢なあれでしたけどね。そう。こういうのがセンスが思って生まれてセンス。これは走る。フォーゲルカフェラバーってとかあの目で覚えてくればいいやってことだな。でもフォーゲルだと多分人気ないんじゃないのかな。そんなに覚えててくれればいいよ。そうですね。あんまり。もしちょっとじゃあ買いたいとかなんか。中京のもう一個の重賞はあれで勝ったんじゃねえの？なんだっけ、チルビアット。これはマピウスもこの間より良くなったわ。ようやく本当にマピウスはもう不安なく完璧に馬が良くなったな。だからこれと関西馬はもうチュラビットじゃないっていう簡単に決めました。あとはたくさんいるだろうけど、目がいかなかった。それはこれからですからね。ちょっと時間は早いね。中京の平場もその2頭なとこだね。今週。早いだろう、もう終わりだ。今週、自動計測。昨日な。昨日、立冬もそうだって言うんだけど、朝スタンドに行ったら、この、タブレットがあるじゃん、時計が。最初からピンクだったんで、赤だったんだよ。で、桜バージョンだ、なんて俺は状態言ってたら、で、バーッと走ってても、出てこねえんだよ。でも、また俺のタブレット壊れてんなと思って、こうやってスイッチ入れ直しても、そしたらどこも出てない。そしたら、本題にあるそれが見たら、ハンログだけ動いてて、あれおいって言ったら、なんか、あれ壊れててって、数字はいいんだけど、わーってきた時に馬のゼッケンってわからないじゃん。で、例えば、フラワーの、なんとか、イクイノックスの下とか、木村厩舎でバッて来た時に、ああいう時に、わかるやつはいる。これなんかは真ん中にいたけど、これなんかわかるんだよ。わかるやつはいいけど、わかんないやつは何だったっけなーっていうのがもうあって、結構困った。で、困ったから、後で来てる順番を確認して、
調教のあれを思い出してどうだったかなと思い出して、だいたい3割ぐらい、2割か3割把握できたのが。何だったかな、あれ、でもそれで、結構、数字は後からついてくるもんだからいいけど、ただ、昨日もそうだけど、今日も、チップ走りやすかったから、時計が結構出てるな。一番時計今日はコスモ機なんだから一番早かったかな。63半ぐらいで35半ぐらい。早かったですね。今日はみんな外目回っても11秒0ぐらいでもみんな一ハロン来ちゃってるし、走りやすかったと思う。フォームがみんな良かったもん。アップしてなかった。昨日今日は良かったな、馬場は。まあ原因わかんないけど、立東もなんか結構、それで手動でなんか取ったとか関西は。こっちはもう俺も、何人か調教師が時計取ってよっていうので、壊れてるから取ってよっていうので、なんとか取ったけど、余計なことやってたよ。でも、なんか見本画だけじゃなくて、立東持ってるんです。同じなんかサーバーを使ってうんぬんかんぬんで、俺には全然わけのわかんねえことだけど、なんかそんなこと言ってた。販路のサーバーとはなんか違うから。あ、でも、販路とは違って、西と東が一緒のサーバーってことですか？チップに関してはね。でいいじゃん。全員で、まあ、時計取ろうぜって各社全員で言ったらみんなストップウォッチ持ってませんって話で。なるほどな、もうそうだか。もう何年も経ってからストップウォッチ持たねえかって話で。まだでも函館とか札幌行ったら指導ですからね。まあ、まだはっきりしてないけど、函館も、もう、チップコースはだいぶ、練習してって、来年ぐらいから自動計測になるんじゃねえかなと勝手に思ってる。まだはっきり決まってないけど。まあそんな感じだな。今日競馬簡単だったな、予想も。今予想はまたこれからちょっと簡単だよ。力が入ると思うんで。いや、フラワーカップちょっとね、俺本当に、もう木村のところのあれで鉄板だなんて思ってたけど、意外と、森の、あれが。コジアームですね。俺もまあ、チンケって言い方したらごめんなさいになっちゃうけど、これリオンディーズだっけ？これリオンディーズですね。はい。リオンディーズ、このとこいい、走ってんなちょっとなタイプがいろいろいるもんだ、リオンディーズ。でも、タイプがいろいろいても、パワフルだよな。牝馬のがそういってまたいいっちゅうのがいいよ。リオンディーズは牝馬がいいんですか？いや、牝馬が目立ってんなと思ってんだよ、勝手に。牝馬が結構リオンディーズいいんじゃねえと思っちゃってるけど。で、これ、その中でも、そのリオンディーズの中でもどっちかって言ったらちょっと貧弱に見えちゃうだけで、見た目以上に素晴らしいと思う。こういうのどうやってこれ、勝負服サンデーだったっけ？サンデーですね。なんでわかるんだろうな、サンデーレーシングなんだろう。これは、まあ、俺なんかは多分こんなんでこれがセリ出てきてもうやめましょうとか言っちゃうもんな。いらないよな、なんて。で、わかる人間にはわかると思うんだけど、これいい馬だなってわかる人はわかってると思うんだけど、俺は全然わかんなかったけど。だけどまあ、最初の時にはそこそこ、まあ、最初から新馬は、こういう、タイプ的に、まあ、速さもあるし仕上がっていくから、まあ、マイル以下だったら、まあ、だいぶ、あれかなと思ってたけど、2000かと思ったからな、おろすのが。だから勝手に、ルメールの都合に合わせて空いてんのがここしかなかったんじゃないかな、勝手に思ってたんだけど、まあ、その辺シーンはわかんないけど、ただ、2000で競馬が上手だし、スタミナもあったしな、持って生まれたものは持ってるんだよ。見た目は、多分、10人いれ10人とも、こっちのイクイノックスの方を選ぶと思うよ。俺はいい馬だもん。本当に。パドックなんかでちょっとその見比べなんかしても楽しいかもしれないですね。全然違うよ。まあ、すごい美人なんだべなと思っちゃう。でもわかんねえぞ。楽しみですね、これは。まあ、結構逃げそうな馬がたくさんいるからな。展開も複雑になんかもわかんない。1008速くなったら追い込み決まっから。スプリングじゃないけど。まさか勝ったあれ、まあ、あれ、
個人的にはまあ、3着の馬からで、実はもう3連符が引っかかったんだけど、まあ、秋かなと思ってたけど、まあ、ひょっとしたらと思ってたっていうのは、まあ、やっぱ後ろから行ったっていうのが大正解だったんだよな。まだしっかりしてないから、最初からじゃなくて、一気にトップスピードに乗っけて最後までっていう競馬をしたもんな、津村な。乗れてるわ、今。本当に、あれはもう、どんずばだよ。大したもんだった。足もあったし。まあ、ルメールの呪縛も、まあ、大体半分の確率あると思ってたし。そうですね。マニアさん言ってましたもんね、ここはもう。あれはもう全然納得だ。あれ、そうですね。あっちの、まあ、金庫賞ですね。まあ、ジョバンニが。あれね、買わなかった。馬は、全然良かった。良かったけど、800、いくらと俺が見た時800円だから800円だったら買うのよ、そうと思って。あのレースはもう馬券やめたんだ。ジョバンニが単純なことだけど15倍ぐらい2桁あれば買ったかもわかんない。でも、買ったやつは、古吉のは、馬は絶好調だろうけど、まあなぁと思ってたけど、来ちゃったな。あれは買えなかったな。6番人気でも800円で 8.7 倍だからもう最初買ってみた時に、800円じゃもうやめたと思って、15倍ぐらいあったらちょっと買おうかなと思ってたけど。馬よかったよ。まだ細いけどな。もう全然変わってた。やっぱり。で、競馬も違ったもんな。スタートして出したもんな。乗り役は。この間の時は出せなくてブルってたのが、明らかにも、中身があったってことだ。あれができたのは。明日、使ってんのかな無糖のとこの、ブリンカーつけたやつは、ダートの線に使ってると思うんだけどな、ブリンカーつけて。未勝利です。そう。高速ですかね。そう。もうこれは面白い、ちょっといきさつがあって、そこは省くけど、まあ、馬主さんと調教師と、これが、この間東京の1004使って、6着に3番手3、4番そのまんまダラダラで、もう終わってどう見たとかね、まあ、ちょうどその時に俺、北海道行ってたんだよ。牧場回ってたから、いや、見てねえけど、後で見るけど、つったら、次、どこ使えばいいかななんて話してて、で、その時、石川由紀人が乗っかったかな。そうですね。で、由紀人に聞いたら、いや、ダートの1700、1008でいいんじゃないですかとか言ったけど、俺がちょっと一回ブリンカーつけて、1000人にしてくれよって言ったの。これ、直線足が浮いちゃうから、伸び上がっちゃうから、粘り切れる距離で、行き切る競馬で、そのうちメンバーが軽くなるとチャンスが出てくるから、先週ブリンカーつけたらブイブイ効いちゃって、シルバー、シークレットバウを煽っちゃって、初めて稽古クソも動かないのが。だから昨日、長距離時計取れねえけど、取って、朝から取っといてねって言われてたから取ったけど、これ稽古クソも動かねえ馬じゃん。で、ところがブリンカー外してて、昨日稽古やったら動いたって悪くないのよ。だから、これは1002で、俺は変わると思ってるし、じゃなきゃダメだなと思ってる、サトルダイヤモンドで。これ中山のブリーズアップで、なんて思ってたんだけど、買った馬なんだけど。最初、ダートの最初未勝利で2、3とか来たんだけどね、メンバー関係もあったけど、一本調子だから、ダイヤモンドで結構、背中も、俗に言う、そんなに背中なんかも短くないから、まあ、その辺の距離っていう風に、もう分からないこともないけど、俺から見ちゃうとどうしてもこれ馬はダメだよと言ってたの。短いところじゃなかったら、坂もあんまり良くないだろうから、福島の115とか、新潟の1002とか、じゃなかったら中山のダートの1002で一回ブリンカーつけて、言って使うんだけど、結構、自信あるよ。自信あるけど、まあ推奨するのでもないな。自信あるよって言い方おかしいけど、結構いい勝負になると思ってるよ。でも来る来ないで。なさそうです。人気ある、まあどうだろうな。まあ、中京のさっき言った方のが、馬券的には全然自信あるわ。このあたりもちょっとじゃあチェックしながら。やらいちまえみんな。確定申告みんな終わった時期だろうから。
そうですかね。よいしょ。はい、じゃあ今日はここまでにしましょうか。もういろいろと特にないよ。はい。これからちょっといい天気だし。予想の時間に入りますので。はいよ。はいお。疲れ。どうもお疲れ様でした。よしあ、これじゃあいただきます。よし。今回もご視聴いただきありがとうございました。今週は阪神大賞典、愛知杯、フラワーカップと楽しみな重賞がたくさんありますね。私は愛知杯のチェルビアットに注目しています。もうずっと NHK マイルカップの時から応援しているんですけれども、ついに一番人気になったんだと思ってすごくドキドキしています。ぜひ勝ち切ってほしいなと思っています。そして柳さんのジャッジはいかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。そんな柳さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そして柳さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。